元気なのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日はとっても魅力的な国、アイルランドを紹介するのだ。みんなは知ってたのだ。実はアイルランドって、なんと野生のヘビが一匹もいない国なのだ。びっくりなのだ。聖パトリックが追い払ったっていう伝説は有名だけど、本当は氷河期の後、海で隔てられてヘビがたどり着けなかったかららしいのだ。へえ、なのだ。今日はそんなアイルランド以外にも、世界で起こっているニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュース。ウクライナは並行師団トップ、汚職捜査官の捜索を受け辞任、という記事なのだ。ゼレンスキー大統領の首席交渉官が、汚職捜査を受けた後に辞任したっていう、とっても気になるニュースなのだ。ウクライナの団結が今、すごく試されてるみたいで、和平交渉に向けてこれからどうなるのか、みんなで一緒に見ていくのだ。この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録もぜひよろしくなのだ。さあ、今日も世界のニュースをずんだもんと一緒に見ていくのだ。最後まで楽しんでほしいのだ。皆さん、こんにちは。今回は、ヨーロッパの西端、ブリテン島の隣に位置する美しい国、アイルランドをご紹介するのだ。首都はダブリンで、約500万人が暮らす共和制国家なのだよ。かつてはイギリスからの独立を果たし、その歴史は少し複雑だったのだ。アイルランドの経済は近年目覚ましい発展を遂げているのだ。特に IT や製薬といったハイテク産業が盛んで、多くの国際企業が拠点を置いているのだよ。古くからの農業や畜産業も重要で、質の高い乳製品や肉類は世界中で愛されているのだ。文化面では、ケルトの伝統が色濃く残っているのだ。ギネスビールで有名なパブは社交の場として不可欠で、アイリッシュ、ミュージックが毎晩のように奏でられているのだ。文学や詩も豊かで、ノーベル賞作家も輩出しているのだよ。現在では、その活気ある経済と温かい人々、そして豊かな自然が多くの観光客を引きつけている魅力的な国なのだ。一つ目のニュースなのだ。緊急ソフトウェア修正が必要な数千機のエアバス機、エアリンガス機も対象という記事なのだ。エアバス A320 型機に緊急のソフトウェア修正が必要になったのだ。ジェットブルー航空機の事故で強い太陽放射が飛行制御データを壊す恐れがあると分かったからなのだ。世界中で使われている A320 型機のうち6500機以上がこの影響を受けるかもしれないのだ。次のフライト前までにソフトウェアを更新しないといけないのだ。アイルランドのエアリンガスも一部の機体がこの対象だけど、大きな運航の混乱は起きないって言ってるのだ。英国の航空当局も航空会社やフライトに少しは影響が出るかもって考えてるのだ。エアバス自身もこの修正が乗客や顧客に運航上の混乱をもたらすことを認めているのだ。この問題は10月末にあったジェットブルー航空機の事故で発覚したのだ。コンピューターの誤作動でパイロットの操作なしに機体が突然降下したけど、幸い誰も怪我はしなかったのだ。A320 ファミリーはエアバスで一番多く飛んでる飛行機だから、エアバスにとっては大きな課題なのだ。ほとんどの飛行機はコックピットから簡単に更新できるけど、古いや苦戦機はハードウェアも変えなきゃいけなくて、一時的に飛ばせなくなるのだ。二つ目のニュースなのだ。ウクライナは並行師団トップ、汚職捜査官の捜索を受け辞任、という記事なのだ。ウクライナのゼレンスキー大統領の首席交渉官、アンドリー・イエルマク氏が反汚職捜査官による自宅捜索後に辞任したのだ。ゼレンスキー大統領は、米国との和平交渉を前に、ウクライナの団結を強く訴え、もし結束を失えば全てを失うと警告したのだ。そして、政権の再起動を示唆しているのだ。イエルマク氏は捜査に全面的に協力中だけど、この件は大規模な裏金疑惑との関連も指摘されているのだ。大統領も過去に反汚職機関の独立性を一時制限し、
EU の圧力で撤回した経緯があるのだ。野党はイエルマク氏の任命を批判したけど、EU は今回の捜索をウクライナの汚職対策への真剣さの証だと評価しているのだ。これからの和平交渉に向けて、ウクライナ国内の結束がすごく大事なのだ。みんなで力を合わせて、未来を切り開いてほしいのだ。3つ目のニュースなのだ。トランプ氏、バイデン氏の大統領令の大半を撤回する計画という記事なのだ。ドナルド・トランプ氏がもし次期大統領になったら、バイデン大統領が署名したほとんどの大統領令を無効にする計画だと発表したのだ。トランプ氏は、バイデン氏が自分で大統領令に署名しておらず、自動署名機、オートペンが許可なく使われたって主張しているのだ。もしバイデン氏がオートペンプロセスに関わったと主張したら、偽証罪で訴えると言っているのだ。でも、オートペンは昔からアメリカの大統領が重要な書類に署名するときによく使ってきた普通のものなのだ。トランプ氏は、バイデン氏が任期末に判断力が鈍っていたから、側近の無断でオートペンを使ったって証拠もなしに何度も言っているのだ。共和党の皆さんは、トランプ氏のこの発言を大歓迎しているのだ。だけど、民主党や法律の専門家からは、不正使用の具体的な証拠がないのに大統領令を無効にしようとすると、問題のある前例を作っちゃうかもしれないって心配されているのだ。だって、トランプ氏自身も過去にオートペンを使っていたことがあるのだから、ちょっと矛盾しているのだ。皆さん、今回はアイルランドの魅力から飛行機の安全対策、国の結束、そして政治の動向まで盛りだくさんだったのだ。世界ではいろいろなことが起こるけど、希望を忘れず、知恵と協力で乗り越えていくことが大切だとずんだもんも改めて感じたのだ。これからも明るい未来を信じて進むのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。